はい、もう終わりみたいです。ちょっと携帯が使えなくてこのままお祭りが終わりみたいです。今どうしよう。ちょっと今これ花見会場に来てて、知り合いの人と一緒に父親の車で帰ろうと思ったんですけれどもね、なんと私の携帯、父親が今キャリアの私の携帯の機種変更に、私がこの鶴ヶ城のお祭りにいる間にいてくれるっていうことだったんですけれども、その間になんとキャリアの、電波が切れて完全に圏外になっちゃって、SIM カードがね新しく発行するとこの SIM カード使えないってことで、今完全に圏外で、もうこれは携帯電話として機能しなくなっちゃった iPhone13 Pro で、父親とも電話コミュニケーション取れないし、一緒にいた母親の友人ともコミュニケーション取れないという状態で、私と母親が完全に孤立してしまってるんですけど、これはどうしたらいいだろう。電話できないんだから、県外なんだもん。完全に電波が一本も立ってない。SIM カード、俺の16 Pro の方に多分 SIM カードを新しく契約したので、多分その13 Pro の SIM カードはもう無効になっちゃってるから、お父さんとも連絡取れないと思うのよ、普通の電話も。だから一番いい方法としてはコンビニに行って Wi-Fi につないでやるしかない。ここじゃ無理だと思う。マジですか。普段もうスマホがないと生きれないんだよ、この時代は。なかなかサバイバルです。とりあえず Wi-Fi を見つけるしかない。いやー、もう家族全員で機種変更するなんてやらなければよかったと今後悔してる。Wi-Fi つなげるか聞いてみたんですけど、今セブンイレブンは Wi-Fi つなげないみたいです。頑張ってタクシー拾うよ。もう携帯ネット大変。タクシー電話かけられないんだよ私ね。普通は電話してタクシー呼ぶんでしょうけど、電話できないので、ちょっとダメ元でセブンイレブンでタクシー呼んでもらえないかな。タクシー呼んでもらいました。とりあえずタクシー待とうと思います。いやーマジ一安心だわ帰れてよかったですよ。ほんとだからセブンイレブンにタクシー呼んでくださいって言ってタクシー呼んでもらったの。ドコモの景品も、あ、これあれじゃん、ちゃんと明太子味じゃなくて、エビ変えてもらったの。あ、そう、エビマヨ味と、あ、やった、コーンポタージュ味。なんとか規則。新しい SIM カード入ってるから、新しい SIM カード入ってますので、はい。な、スマホ3台もあるから。これかな。これかな。はい。あ、もうドコモの人が入れてくれたのね。もうこれがあれば通信できたのに。ごめんね。これだって通信ができるの来たよ16プロ。あ、もう画面剥がしてないし。ちょっと戻しておいたよ、あなたのために。16。なかなか面白い経験だったよ。もう iPhone 16 Pro 画面のペリペリもやっちゃいますよ。なかなかもう電源入ってんのね。わかんない。あ、入ってないね。あ、本当にドコモストアの人も。いじってない。おー、あ、すげえ、完全な初期。おー、4年ぶりの iPhone ですよ、これは。もう、酔っ払わないうちにフィルムとケースは頼んだので、で、この、なんだっけ、チタニウム。ゴールドじゃない方のチタニウム。うわ、これちょっと感動的だね。やっぱこの色めっちゃかっけえ。かっこよかった。最高。あ、で、あ、こんにちは来ました。おー、ニーハオも来ましたよ、これ、ほら。中華だから、ね。おー、最新機種ですよ。最新機種を手に入れられたということで、まあいいでしょう。もう本当だよ。俺いなかったら帰れなかったよ。感謝してください。ちょっとこれは、怒涛の iPhone 16 Pro スタート。これは思い出に残ります。はい、もうちょっとおそらく時間かかるんで、寝てる間にバックアップから復元しときますよ。16 Pro 明日早速セットアップ開始できるように。でも、アップルだから、どんなの機種変更とかあんまりやり慣れてないんであれですけれども。あ、これは、ショーですね。もう設定のカスタマイズも後で。で、Wi-Fi。つなごう。じゃあ、母親の。デザインはやっぱ、あ、でもちょうどここいい。iPhone 16E と6は比べられます。これが、母親が昔使ってたエクスペリアと比べるとエクスペリアよりは縦に太い。
縦に長いどっちだちょっと酔っ払っててわかんないわ。でも16 Pro と比べるとちょっとちっちゃいのかな。多分画面のね、インチ数は同じなんですけど、16 Pro の方がね、この、ベゼルが薄いっていうのはある。あとダイナミックアイランドね。ちなみに、お父さんはピクセル。あ、一通りやったの？繋がった。で、私も繋がって、自分用に設定。フェイス ID はもうとりあえずやっとくか。ありがとう。はい。酔っ払い顔で大丈夫でしょうか？ダメでしょ。あ、気に。お、 1回目 OK。すげえ。僕酔っ払ってんのにやってるじゃん、あんた。多分これ酔っ払わないとあとは開けられないかもしれない。ちょっと炭酸とか飲んだらあんたも。お酒が足りませんって言われるかもしれない。後で飲むよ、寝る前に。フェイス ID 完了。で、パスコード。フィルム買うまでは、厳重注意ですよ。パスコードも完了。アプリとデータ。iCloud バックアップ。バックアップ取ってないんだよな。じゃあこれ別の iPhone から。あれこれやったことないかもしれないですね。これ多分そしたら、この iPhone 13 Pro 使えなくなったら、あれかもね。もう動画撮れないかも。もう一本のデバイスなしで、あ、近くのデバイス検索し、これあれかな動画撮っちゃダメかな。はい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 。来ました来ました。スタート。こっちの、新しい iPhone 設定、ロック解除。で、なるほどなるほど。これね、Apple TV の設定と同じだ。この、モアモアを iPhone の中に入れて、やっぱ iPhone 楽だな。Apple 同士やっぱ楽すぎます。酔っ払ってても、これいい検証動画なんじゃないですか。私今日、もう日本酒を10杯程度飲んで、もう完全にベロンベロンなんですけれども、それでも iPhone セットアップできると。新しい iPhone は自分用に設定。で、他の iPhone のパスワードを設定。で、これで私の今持ってる13 Pro のロックを開くときのパスワードを入れると。はい、これで 新しい iPhone の設定を完了。これでもう自動的にやってくれるのかな。さすがですよ。あれApple ID とか入力してないけどいいのかな。翔太遠山。同意する。サインイン中になってますね。やっぱね、もう iPhone にしたら Android でも戻れないですよね。アプリともう、iCloud バックアップ、別の iPhone にしときますか。でもここら辺はもう後から何とでもできるからいいですよね。すごい。この iPhone 13 Pro の方に、新しい iPhone お楽しみくださいって出ましたね。完了。とりあえず何も転送しないでいいかな。とりあえず、もう後からこれは何とでもできると思うんで、とりあえず続けします。で、Apple アカウントここで Apple ID 入れるのかな。頑張った。改めてよかったわ。はいはいはい。多分ちょっと録画が一瞬切れてたかもね。録画多分さっきのとこできてなかった。でも Apple ID を入れて、パスワード入れてってとこまで行きました。で、カメラコントロールっていうのはこの iPhone 16から搭載されてるんですよね。16 Pro？普通の無印にもあるのかわかんないですけど、カメラコントロール続ける。これね、なんか正直、この iPhone 16 Pro 買った方でもあまり使ってないっていう方がね、多いんで、私もちょっと使うかっていうのがわかんないですけどね。あとアクションボタンね、これ、13の場合は、これ、レバーみたいなマナーモードのボタンだったのが、これはボタンになってるっていう違いはあるんだけど、これも、来た！ようこそ iPhone へ。すごいこのベゼルの太さがね、壁紙かっこよ。紫みたいな感じで。なんとか OK かな。多分あれですね、iCloud から復元とか、この前の端末から復元とかやんないで、完全に新しい端末として始めちゃったんで、バックアップっていうか、バックアップじゃない、データ移行はまたやんないといけないですが、とりあえず iPhone 16 Pro 使えるようになったし、これちょっと今 Wi-Fi につながってますが、ちょっと Wi-Fi 切ってみて、ちゃんと5G のモバイルデータもつながっているというような状態になったんで、これは携帯電話として機能すると。だから今日みたいにタクシーが呼べなくて、緊急事態になるということもないはずです。はい、デザインですよね。左から16E、16 Pro、13 Pro でございます。両側は 16E と13 Pro は、ホワイト。で、真ん中がテザーとチタニウムだかな。チタニウムなのかな。テザーとチタニウムがゴールドっぽい色なのかな。ちょっとそこら辺わかりませんが。で、バンパンがね、ステンレスからチタニウムになったんで、ここの見た目の変化は大きいかな。で、16E は
アルミなんで、しかも白にしたりね、こうアップル製品らしいシルバーのアルミニウムのバンパーと背面のホワイトのバックガラス、こんな感じですね。でカメラ、やっぱカメラ1個だとすごいデザインが整えてて、iPhone SE とか8とか 10R とかからのかっこいいデザインが引き継がれてるなっていう感じがしますね。で、16 Pro と13 Pro は、あれだね、ケース外してみて思ったけど、13 Pro の方がやっぱり、あれだね、16の方がやっぱカメラは大きいかなって感じしますけれども、見た目的な違和感はほぼないですね。14とか15にした時ってカメラがすごいでかいなって思ったりしたんですけれども、16はそれはない感じがしますね。で、色も少しワントーン落ちた感じがしてね、ホワイトとチタニウムの色を比べるとこんな感じでいいですね。かっこいい。すごいかっこいいですね。で、映像でわかるかわかりませんが、この右側の13 Pro はこの角がちょっと尖ってる感じなんですよね、ステンレスの。ただ16 Pro は15から言えることなんですけど、角がちょっと気持ち丸まってる感じがあるんで、手のね、持った時の持ち心地がいいっていうのがあります。で、この側面ね、このね、右側が iPhone 13 Pro、左側が16 Pro ですけれども、このね、ステンレスのギラギラした感じがまたゴージャスで好きだったんですけれども、16 Pro のこのチタニウムの方がちょっと大人っぽいような落ち着いた感じがしますね。で、そしてこのミュートボタンのところがアクションボタンになってて、ここはいろいろカスタマイズできそうですね。で、若干このね、SIM カードスロットの位置とかが違かったりします。あとはタイプ C 端子って感じですかね。正直言って、16 Pro を街中で使ってるからといって、すげえ、あいつ最新の16 Pro 使ってるっていう感じは正直しないかなという感じがしますね。中身は全然変わってると思うんで、そこは要チェックというかね、していきたいと思うんですけれども、明らかに見た目で違うっていうことはないかなっていう感じで、いい意味で、13から塗り替えても全然違和感がないかなっていう。ただ、このダイナミックアイランドとか、このベゼルの細さとか考えると、やっぱり、この4年間で iPhone は進化してるんだなっていう感じしますね。あと、常時表示ディスプレイとかもありますし、カメラのね、もちろん0.5倍とかも、ここら辺カメラのテストはもう、今回買った後も本当に長くなってしまった後でですね。で、今回メインのカメラが48メガピクセルになったんで、これ1倍ズームはもちろん綺麗に撮るし、これ2倍ズームにしたとしても、12メガピクセルなので13 Pro と同じ画質で撮れるんですよね。で、なんとこれ望遠レンズを5倍ズームというので、5倍ズームすげえな。とんでもないズームの倍率ですね。今まで 3倍ズームでしたけど、5倍ズームのレンズが搭載されたということでね、このね、カメラ性能のためにね、プロにしました。もう、本体のね、その性能、中身の性能的にはね、全然16とか 16E でも十分だったんですけど、このカメラを考えると、やっぱり私の場合は16 Pro だなということで、プロにしましたよ。16E の方が13とかに近いかなって、ちょっとこのね、角張ったデザインというかね、このアルミの部分とかがね、の加工、この角の部分とかが結構角張ってるので13に近いのかなっていう感じはしますね。13のガラスのバックパネルと比べるとほぼ同じかな。若干ね、肉眼で見た感じだと16の方が少し暖色かかってるなって感じはするんですけど、ほぼ同じ。こうやって比べると16はアルミと13 Pro はステンレスっていう違いはありますね。で、もちろんアクションボタンがついてて、なんかボタン自体もこれ大きくなってるんですかね。押しやすくなってるのかな。やっぱデザイン的にはこのタピオカカメラよりはシングルカメラの方がかっこいいです。で、もちろん端子はタイプ C。全部表示させてみた感じはこれです。こんな感じですよ。この一番左が13 Pro。で、真ん中が 16E。これはほぼ変わんないですね。ベゼルの位置とかと、ノッチの位置とか、ベゼルの太さもあんまり変わらない感じ。でも、この16 Pro と E だと、ダイナミックアイランドと普通のノッチって違いがあるし、このベゼルの太さも全然違うね。こういう違いがあるかなっていう感じですかね。なんか正直言うとね、素材の使い方的にはね、この16のが好きかなって思いますね。こっちのね、16 Pro もね、好きなんですけれども、Apple 製品として美しいのは16いいかなっていう感じはいたしますね。これとホーム画面カスタマイズ。アイコンでかくして文字を消す。いいね。やっぱ iPhone、iCloud で全部復元できるから、あとはアプリ入れてクラウドから復元するだけ。
YouTube を見れるようになってるのか。よし、LINE 引き継ぎ完了。超簡単早っ。さすが iPhone。LINE の復元めっちゃ簡単。引き継ぎ。これのみながらね。酪農クリームボックスオレ。超うまそう。もう、Apple に全部パスワード覚えておいてもらえるから、ログイン作業がスムーズ。今なんとか iPhone、16 Pro。大体のセットアップ完了かなっていう感じですね。この SNS も使えるようになったし、LINE も OK。あと YouTube とかも入れて、一つ掘りは使えるようになったのかなっていう感じですね。なので、私の携帯電話の機能は完全にこっちに移行したということで、明日からもう、ただちょっとケースとフィルムがないからね、ちょっと持ち出すのが怖いんですけれども。新しい16 Pro のケースは、シュピゲンのやつしましたね。これ、昔、あ、そっちのみたい？いいよ。こっちでも暑いんだもんこれ。あ、じゃあいいよ、こっちで。これ結構昔に買ったことある、10R とかの時に買ったことあるブランドなんですけれども、久しぶりに買いましたね。これがなんか、マグセーフ対応で、なんか、デザインが一番良くて、価格もお手頃だったので、久々にシュピゲンのケース買ってみました。で、まあ、フィルム先っすね。2マス、もう、安定の2マスのフィルム。こんな早い時間に届いてくれると思わなかったな。夜届くと思ったから。だから今日これからのお出かけでも安心して持ち出せる。滑り止めと説明書ね。なんか保証書と全部2組ずつ入ってます。あとこれ取り付ける時のガイドフレームもついてるんで。で、あれですね、アルコールのティッシュとかのやつとフィルム2つ。このフィルムとこのセットは2つ入ってますね。おお、今かなりベゼルがね iPhone 16 Pro 薄いっていうことで、ちょっとフィルム貼りますんで、緊張の瞬間だよ。やってあげようか。いや一応電源、やめて。通知音選びですか、着歌じゃなくていいな。呼び出し音。どういうこと？これしかないの？トップこれしかないの？トップに合わせればいいんだろうな、多分ね。すごい、なんかちゃんとすごいエンボス加工されてるこのマイクロファイバーのシート。気泡もちゃんと抜けていいね。なんか前から良かったけどより作りが良くなった気がする。今そのフィルム、こういうのはいずれ抜ける。よし、なんとか成功かな。早いね。すぐ割れると思うんで、これは取ってきます。大事に。シュピゲンのケース iPhone 16 Pro ウルトラハイブリッド T って書いてありますね。おお、いい。でしかもちゃんとこれ裏表にフィルムが貼ってあって、背面の傷防止されてるんだ。よし。おお、いいね。あ、ペリペリやりたかった？やりたかったな。もう一個あるから。いいの？はい。ここのカメラのとこにビロビロがついてるからここれ？うんこれ。あ。おお。いいの？れ。いよいよ。やっと。やっぱこれでこそペリペリだよね。紙じゃダメだよ。
はい透明度高い。お、いいね、シュピンゲンのケース。しっかりマグセーフも。デザインもいいし。シュピンゲン。ここの側面にね、なんかドットみたいなのがあるのがあれ苦手でね。でもこのシュピンゲンのケース、これはないので。ボタンもしっかり。押し心地も軽くていいね。で、そこカメラコントロールのところをね、カバーしてくれて、カバーしてるんだけど、完全に機能を損なうことなく、なんかちょっとカメラコントロールの、あれを、まだよくわかってないですけど、なんだっけ、この、軽くタッチするのとか、スワイプとかも問題なくできるみたいですね。すべての機能に対応してるみたいです。フィルムもメーカーは違うんですけど、干渉もなしで。いいですね。見た目もそんなに悪くなくて。透明度もいい。チタニウム感も、まあ、そう余計なドットとかがね、ないから、しっかり。ドットがないからといって、なんか吸着したりもするわけじゃないんで、いいですね。ナチュラルチタニウムもしっかり味わえる。そして安心感ある。結構ごつめだから。二つともクリアケースついていいね。おー、いいじゃん。デザインが損なわれてない。ね、いいよね。うん。これは、なんか、これも良かったね。変なドットみたいなのが。あれ嫌いなんだよな。変なドットうん、なんか、吸着しないように、ドットみたいなのが入ってることあるんだけど、そういうのはない。だからといって吸着するわけじゃないから、進化だね。高級感があるね。うん。これでもうバリバリ使える。今ね、このアプローチ、そう、気づいたら、この13 Pro とペアリングしてたんですよね、このアプローチ。で、明日からこの16 Pro メインで使うってなると、アプローチ、この13 Pro 持ち歩かないと、多分アプローチがね、使えないという。そもそもあれじゃない、セルラーのモバイル通信のデータ受信ができないんでね。で、それやり方、初めてアプローチね、所有した状態で iPhone の機種変っていうのは初めてなんで、ちょっと調べてみたら、一旦ペアリング解除しないといけないみたいなんですよね。なので今、13 Pro とペアリング解除しました。でも結構時間かかっててね、アプローチもなんかアップデートみたいな感じで、結構インジケーターがたまるの10分ぐらいかかって、で、今ね、この16 Pro の方に、アプローチっていうポップアップが出てきて、アプローチもこれ iPhone に近づけてくださいっていう。完全にアプローチ、これ、アプローチ設定し直しなのかなもしかして。続ける。近づけてください。自分用に設定。フェイス ID ね。来た、これだ。モアモアを。来た。別の iPhone とペアリング、電源入ってるし、この iPhone ともペアリング解除したんだけどな。あれ、解除されたことになってないのかな。そう、さっきね、アプローチをね、ペアリングしようと思ったら、iPhone のバージョンが最新じゃないんで、設定できないっていう風に出てね、この iPhone 16 Pro 最新の OS アップデートして、でね、そのまま完全寝落ちしてしまって、気づいてまた起きてやってみてるんですけどね。そしたら、サクッとスムーズにペアリングできましたね。今、こんな感じ。文字のサイズ。細かい設定はもう後でっていう感じで。よし。なんとか OK。はい。では、両者のカメラの比較をやっていきたいと思うんですけれども、全体的に見て、16 Pro の方が少しコントラストが高いような感じがするんですよね。なので、パッと見た感じだと、より引き締まった映像になってるんじゃないかなっていう感じがしますね。あと、色味が結構鮮やかです。単純に彩度を上げてるというわけではなく、例えばこの緑の色味とかもなんか自然な感じの色味が出てるんですよね。完全にこれは好みの問題かもしれないですけれども、私はこの16 Pro の色味の方が好きですね。より自然な色というか、変に作り出してないような色なんですよね。なので、スマホのカメラ特有の安っぽさっていうのが軽減されてて、13 Pro も十分すごいんですけれども、16 Pro さらにカメラ性能上がってるなっていう感じしますね。で、それによって、なんか全体的にちょっとシネマティックというか、なんか映画を見てるような感じの映像ですごい雰囲気が出てるんですよね。何も
難しいこと意識せずに簡単に撮った映像なんですけど、なんかすごい雰囲気がいい映像ですね。あとこの今の映像で分かりやすいと思うんですけど、なんか光がボワッと拡張するようなそういうのが少ない気がしますね。13 Pro の方は光が変な広がり方して白飛びしてるような感じになったりする時があるんですけれども、16 Pro ではその光の表現もうまいなっていう感じするんですよね。だからコントラストが高く見えるのか、シネマティックな感じに見えるのか、そんな感じがします。で、今これ看板が映ってるんですけれども、これ、編集時初めて気づいたんですけれども、なんか16 Pro の方が広く撮れるんですかね。撮れる範囲は同じだと思ってたんですけれども、16 Pro の方が少し広く撮れてるみたいですね。やっぱこうやって並べてみるとより、色味がやっぱり16の方が好みだなっていう感じがするんですよね。なんかリッチな感じな映像な見え方をします。はい、で、これ、0.5倍ズームで撮影した映像になりますけれども、0.5倍ってやっぱ少しブレやすいんですよね。特に暗所で。それもちょっと見てみたかったんですが、まあ、ブレるはどっちもブレてますね。ここの手ブレ性能はそんなに変わってないかもしれません。でも解像度感はやっぱり16の方が高くて、なんか13 Pro の超広角レンズって、周り、周辺の部分が少しぼやけてるというか、解像度が落ちてるような感じがしたんですけど、16はその周辺、画面の際の部分もしっかりと綺麗に映してくれて、なので0.5倍ズームカメラは16の方が綺麗だと思いますね。で、なんかちょっと16の方が暖色がかってる色味なんですよね。はい、これは2倍ズームで撮ってます。もうこれはね、13 Pro の方は無理やりクロップズームで拡大してるんで、絶対16の方が綺麗に映ることはわかるんですけれども、やっぱちょっとだけ拡大したいっていう時に2倍ズームはすごく便利です。そしてこれ、16 Pro の方もこれ一応クロップズームなんですよね。メインカメラ解像度が4倍になってるわけなので、それを考えるとすごい進化だなっていう感じはします。はい、で、こちらは3倍ズーム。iPhone 13 Pro が3倍ズームレンズ搭載してるんで、13 Pro の方がここでは綺麗に撮れてると思います。16 Pro の方はこれクロップズームなんですけれども、それでも全然使えるというか、これ一応 4K で撮った映像を横に2つ並べてるんで、フル HD の解像度になってると思うんですけれども、むしろなんかあんまり解像度の劣化は感じないですね。4K で見たら劣化してるのかもしれないですけれども、これフル HD であれば、16 Pro 3倍のクロップズームで全然使えるんじゃないかなって思います。やっぱり48メガピクセル、偉大ですね。はい、これ5倍ズームです。5倍ズームは、やっぱ全然16 Pro の方が綺麗に映ってますね。やっぱり専用のカメラでその解像度の劣化なしで撮れてるんで、これフル HD の解像度でも16 Pro の方が綺麗だというのがわかりますね。13 Pro はやっぱり、これクロップズームしてるなっていう感じの映像になってます。なのでこれ5倍ズームは絶対に16 Pro ですね。こんなに離れた場所を綺麗に撮れるっていうので、それがポケットの中に入ってるって考えるとすごいですよね。やっぱりカメラの進化、こうやって比べてみるとかなりの進化です。で、これ接写してみた感じの映像になるんですけれども、やっぱり表現の仕方が16 Pro の方がより自然な感じがするっていう、なんかいい意味で作ってない感というか、そういうのが出てるなっていう感じしますね。はい。では次、環境音のテストをしてみたいと思います。この森の音がどれだけ綺麗に撮れてるのか、ちょっと違いを見てみたいと思います。
13 Pro の方は16 Pro に比べると少しフラットな感じがしたんですけれども、16 Pro の方はこのキーがサーと言ってる音とか鳥のさえずりとかがすごい立体的に聞こえて、本当にその環境にいるかのような音ですね。13 Pro でもそれはあったんですけど、16 Pro になってより臨場感が感じやすくなってるなっていう感じはしました。で、これ明らかの違いっていうのが、風切り音が16 Pro の方全然乗ってないんですよね。これすごいなと思いました。まだあんまり風の強い環境で音を取ったことはないんですけれども、これかなり期待できますよ。で、これもう一度 0.5 倍カメラのテストなんですけれども、比較的暗い場所で撮影してみてます。手ブレに関してはどちらも手ブレしてるなっていう感じがしますね。だから手ブレ性能的にはあんまり変わってないなっていう気がします。なのでやっぱり 0.5 倍カメラは暗いところが苦手っていうのは変わってない気がしますね。ただ、その16 Pro の方が比較的暗いところ、影になってる部分が明るく映ってるなっていう感じがしますね。その手ブレとか解像度とかは犠牲になってますけれども、13 Pro では潰れてた影の部分が16 Pro では明るく映ってるっていうのがありますね。ただ見やすい映像かって言えば、ちょっとどうかなっていう感じではあります。では次は喋ってみたらどんな感じで聞こえるのか比較してみたいと思います。はい。iPhone のマイクで音声を収録してます。音声どんな感じでしょうか。はい、これが通常の標準カメラで、はい、これ 0.5 倍です。0.5 倍にした方が結構声がね、クリアに聞こえるんですよね。音の取り方が変わるので、どうでしょうか。で、これ13を3倍、16を2倍にしてます。はい、で、1倍に戻りました。はい。iPhone のマイクで音声を収録してます。音声どんな感じでしょうか。はい、これが通常の標準カメラで、はい、これ 0.5 倍です。0.5 倍にした方が結構声がね、クリアに聞こえるんですよね。音の取り方が変わるので、どうでしょうか。で、これ13を3倍、16を2倍にしてます。はい、で1倍に戻りました。はい、これはインカメラ、フロントカメラの映像になります。あんまりフロントカメラ使うことはないんですけど、同じような理由でやっぱり16 Pro の方がパッキリと映ってるような感じがしますね。あとそれに加えて、顔がね、13 Pro なんか少し影になってるような感じだったんですけど、16 Pro はしっかり顔が明るく映ってますね。だからインカメラも確実に進化してると思います。ちなみにインカメラの音声も取っときますか。どんな感じでしょう。ちなみにインカメラの音声も取っときますか。どんな感じでしょう。はい、お次はこの iPhone 16 Pro と iPhone 13 Pro、 これの速度のテストをしてみたいと思います。どれだけ動作速度が変わってるのか。使った体感としてはあまりわからないですね。16 Pro になったから速くなったかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、リアルタイムで横に並べてテストしてみます。じゃあまずこれ電源入れるところからですね、電源切ってあるので、同時にボタンを押します。ちなみに冒頭の一眼レフの映像ひどすぎましたけれども、これは三脚に固定してるんで手ブレもフォーカスの、あれもないはずです。あれでもなんか13 Pro の方が早く立ち上がりましたね16 Pro まだかかってます。はい。でもこれね、中に入ってるデータの量とかもあるのかもしれないんですよね。これ16 Pro はもう今完全にメインの携帯として使ってて、結構いろいろデータも入ってるんですけれども、13 Pro は入ってるデータが少ないんですよね。だからそういう関係もあるかもしれないですね。はい、開きましたね。こういうテスト初めてやりますね。何がわかりやすいだろう。カメラとかまず行ってみます。カメラ。全然違いわからない。ほぼ同じと言ってもいいですね。これあれですね。ここに残ってると、本当の起動速度がわかんないんで、一回これ全部消します。これね、
やる派の人とやんない派の人はいると思うんですけど、僕はやんない派なんですよね。っていうのも、なんか Apple は公式でこれあんまやんない方がいいって言ってるんですよ。これ全部消すことによって、本当は裏に残ってるアプリが、また最初から起動することになるんで、バッテリーの、減りが早くなるみたいなことを言われてて、私はこれ、もう、ほぼ消してないんでね、めちゃくちゃ、多分ほぼ全てのアプリがこれ、裏で立ち上がってるんですけれども、今日はちょっと特別、全部消します。じゃあ改めてカメラとか、カメラとかは、ほぼ、わかんないかな。Chrome。同じ。もうこういう iPhone にもともと入ってるアプリっていうのは、もうほぼ今時の iPhone 一瞬で開くから、あれですね。YouTube とか言ってみますか。よいしょ。若干16 Pro の方が早いですかね。でも本当に 0. 何秒の世界で大きく違うわけではないです。X？ うん。でもやっぱり、面白いな。こうやって比べるとやっぱり16 Pro の方が早いんですね。体感では全然わかんなかったんですけど、16 Pro の方がやっぱり速くなってるみたいです。でもこれがね、速くなる分にはあんまり体感でわかんなくても、これがこの16 Pro の動作速度に慣れてから13使うと結構遅く感じるのかもしれないですよね。その積み重ねで。インスタグラム。こう見ると全然違うわ。改めて見ると、この13 Pro が、ワンクッション置いて開くみたいな感じがしますね。使ってる時は全然気にならなかったんだけど。こうやってどんどん超えてくるんですね。これで気づいたらハイスペックなマシンに慣れてるみたいな。そんな感じですよ。スレッズ。Amazon。やっぱ Amazon とかも画像多いですからね。16 Pro の方が速くなってます。あと、TikTok とか行ってみますか。わかりやすそうだな。全然違うぞ、これ。こっちまだだ。これすごすぎます。今、3倍くらい差がありましたよ。もうちょっと TikTok もう一回やってみます。本当に、こんだけ違うんでしょうか。2回目からは、なんか、さっきが特別遅かっただけかな。でも、やっぱり、16の方が早いことには変わりないですね。あと、これ言ってみますか。ホームネットワーク W ってアプリで、これ、実家にある、実家でインコ飼ってるんですけれども、そのインコを見ることができるペットカメラのアプリです。パナソニックのものなんですけれども。これ結構ね、重いんですよね、意外と。リアルタイムで、映像見れるとだけあって。ちょっと行ってみましょう。ボン。やっぱ若干16の方が早いね。で、ちょっと実際、実家のインコを覗いてみます。同時に押してみます。違いますね、やっぱり。ちょっとうるさいんで切りましたけれども。やっぱり、重い動作系でやっぱりすごい、16 Pro 速くなってるのかもしれないですね。このアプリね、意外と重いんですよ。見た目以上に。ゲームとかだと分かりやすいんだと思うんですけれども、私はあんまゲームをやらないんですけれども、唯一、入ってるゲームとして、マインクラフトがあります。これマインクラフト一番分かりやすいんじゃないですかね。ちょっとマインクラフト行ってみます。違いますね。いや、ワールド開いてみたいと思います。これワールド生成するときに結構ね、時間かかって早くゲーム始めたいのになと思ったりするんですけれどもね。さあ、どうでしょうか。早っ。すごい、もうこれ確実に iPhone 16 Pro の方が早いですね。これ面白いな。こうやって並べて比較してよかったです。こんなに違うと思いませんでした。でも本当にね、私本当マインクラフトぐらいしかゲームやらないんですけど、よくスマホでゲームとかやる人だったらもうこの違いは全然違うんじゃないですか。そのロードの時間のね、
ストレスとか結構プレイに影響してくると思うんでね、これはかなりすごい進化です。はい、ということで、この iPhone 16 Pro、だいたい使い始めてから2週間くらいが経過したところです。今ちょうどこの動画編集してるところだったんですけれども、いや、なかなか面白いトラブルが起きましたよということで、すごい酔っ払ってたし、慣れない一眼レフでの撮影ですごい動画がひどかったんで、改めてどういう状況だったかっていうのを説明すると、まずあの時、この仙台の家を離れてちょうど、地元に帰省してたんですよね、実家に。そこで、母親が、携帯を、変えるという話が前々からあって、Android Xperia の、一瞬動画にも出ましたけどね、あれを使ってたんですけど、あれがすごい古かったり、誤作動を起こしてたりとか、あと母親は iPad をね、一昨年あたりに買って、それならやっぱ iPhone の方がいいだろうっていうことで、iPhone への機種変を考えてたと。で、もうかれこれ1年ぐらい前からね、もうどうするって話してて、さっきiPhone 16E が出ましたよね。もうそれがね、めちゃくちゃいいということで、あんまり性能もいらないから安いのがいいっていうことだったんですけれども、母親の前使ってた Android は Type-C だったんですよね。でも、前SE 第2世代だっけかな第3世代かの SE があったじゃないですか。あれが、サイズもコンパクトだし、性能もそこそこで価格も安いということで、いいかなって話をしてたんですけど、ライトニングがどうしても嫌だと。そんなこと言ってるところで、16E が出てきたのでね。16E 安くないですけどね、10万近くするんで。でも、やっぱり、それがベストなんじゃないかっていうことで、うちドコモなんですけど、ドコモショップ予約して、家族みんなで行くことになったんですよ。その時、うちの家族は iPhone なの私だけだったんで、私がいる時がいいだろうということ、セッティングとかするのに、iPhone 使ってる人がいる方がいいだろうっていうことで、わざわざその帰省するタイミングで、私が帰省するタイミングで、そのドコモショップの予約取って買いに行ったんですけれどもね、まさかそこで、家族全員3人で、全く同じタイミングで機種変することになったと。もうそれもね、ドコモショップにかれこれ半日ぐらいいたんですよね。母親も決まりかけてたんでね、もう 16E を買うっていうことで、って話が進んで、あとね、この iPhone 13 Pro は普通に Apple Store で定価で買ったんですけれども、それを買った後にその iPhone を、Apple に36回払いで買って、で、その2年使った後に、Apple に端末を返して、で、かつ、最新の端末を購入すると、その残りの支払い分がチャラになって、で、かつ、新しい端末を使い始められるみたいな、そういうプランがあって、で私もね、もう買い時期かなと思ってたんですよね。これ、今撮ってるのが13 Pro なんですけど、これ2021年の暮れに買って、で発売されたのも2021年の9月ということで、使えないってことはないんですけれども、もう4年目突入して、結構古くなってきた感があるし、やっぱ壊れてから買い替えるのでは遅いんで、壊れる前に買い替えたいっていうのと、私見た時のやつだと3分の2の価格で使えるし、で、常に最新もしくは最新から一つ前の機種を常に使えるっていうことで、かなりこのプラン魅力的だなと思ってたんですけど、その話聞いた感じだと、ドコモにもお安く済むプランっていうのがあって、その Apple Store のやつよりも安かったんですよね。そのドコモで契約してるからの特典とかいろいろあるんでしょうけれども、もういろいろあって、これはもうちょっと買った方がいいかなみたいな感じになって、まさか買うと思って買ったんですけど、買ってしまったというね。母親の携帯を見に行くだけのつもりだったのに。それにつられて父親も新しいスマホを買ったということで、父親は iPhone じゃなくて、Pixel ですね。Pixel 9A 買ったみたいなんですけれども、父親は昔からGoogle Pixel が欲しいということだったんですけど、ドコモで、前は取り扱ってなかったみたいなんですよね。その前のスマホを、その前の父親の前を、ギャラクシー使ってたの。ギャラクシーの iPhone でいう SE みたいなね、ちょっと廉価版モデルみたいなのを使ってたんですけど、それを契約しに行った時も本当はピクセルが良かったみたいなんですけれども、それドコモショップで聞いたら取り扱いがないって言われちゃったみたいなんですけれども、今回ね、そのドコモショップでそのピクセルのね、端末も展示してあったし、ドコモでもピクセル買えるようになったっていうことで、それで父親は念願のピクセルを買うことができたということで、まさかこの家族全員で、ね、欲しかった端末がゲットできるとは思わなくて、すごい嬉しかったですね。
問題はその後なんですよね。トラブル。そう、その時ね、母親の友達と花見に行く予定をしてたんですよ。ちょうどお城で、地元の会津の日本酒を飲めるっていうイベントをやってて、それに家族の、その母親の友達たちと4人ぐらいで行って、っていう予定があったので、その、ドコモショップ、その、契約は、父親だけが行くことにして、一応何の機種を、この16位のこのナチュラルチタニウムだけかなっていうのを買うみたいなところまで決めたんですけれども、その後は私は立ち会わなかったっていう感じで。なので、まだその時はこの iPhone 13 Pro に、SIM カード、入っててドコモの通信があったんで、この iPhone 13 Pro を持って、その花見に行ったわけなんですけれども、で、そう、母親は、その、スマートフォンのデータの移行をドコモショップでやってもらいたいってことだったんで、ドコモに携帯を、そのエクスペリアをね、預けてたんですよ。なので母親も携帯がないという状態。古い携帯も新しい携帯も持ってなくて、私のこの13 Pro だけが頼りだったみたいな感じだったんですよね。私は自分でやりたいって言ったので、手元にね、この iPhone 13 Pro あったんですけれども、まあもちろんね、その16 Pro にこの契約、その父親がやってくれたんですけれども、あっちのドコモショップで、この新しい SIM カード入れて、通信をこっちに移したら、この13 Pro の方に入ってる SIM カードは通信できなくなっちゃって、この13 Pro で通信ができなくなっちゃうんですよね。なので、その、お花見の途中で、この iPhone 13 Pro 通信ができなくなってしまって、で、なんとね、その、一緒に行動してた母親の友達ともはぐれちゃったんですよね。で、母親の友達はまあ別に携帯を持ってるわけなので、はぐれなければ連絡できたんですけど、そう、父親がね、車で迎えに来てくれるっていう予定だったんですけど、まあ父親にも連絡取れず、その母親の友人とも携帯を持っている人たちとも別れてしまったっていうので、携帯を持ってない母親と通信ができない iPhone を持っている私ということで、なんとかもうそれでどうしようかなって考えたところで、とりあえずコンビニに行って Wi-Fi を貸してもらおうと。で、Wi-Fi が使えると LINE が使えるから電話ができるわけなんですよね、父親に。もうドコモの電波が切れちゃってるんで、電話回線のね、この LINE じゃない電話は使えないと思うんですけど、LINE 使えるなと思って、とりあえずもう最寄りのコンビニで Wi-Fi 貸してくれって言ったら、ダメと言われてしまって、まあなんか一時期問題になりましたけどね、こう、なんかたむろして、商品買わずに Wi-Fi だけ使うみたいな。そういうので多分 Wi-Fi、今時はもう貸さなくなっちゃったのか、そこのコンビニだけかは、普段、外の Wi-Fi とか使わないんで、コンビニの Wi-Fi 事情っていうのはわからないんですけれども、今も貸さない流れになっちゃってるのかなっていう感じで貸してもらえなくて、まあどうしようかと思ったところで、まあ、タクシーを捕まえようということだったんですけれども、こっちだったらいいんですけども、本当にあっちらは、田舎なので、まあ、電話してタクシー呼ぶことはできますけど、電話できないわけなので、まあ、なんとか手挙げて呼ぼうかなと思って、その道端でなんとか待ってたんですけれども、タクシーどころか、もう本当に田舎なんで普通の車も来ないような状態の中で、タクシー来るまで回ってたら、待つことはもう、でそもそもね、みんな電話で呼んでてタクシーもみんな予約してるから、そもそも空車のタクシーが走ってくる確率っていうのがすごい低いと思うんで、手挙げても止まってくれないと思うんですよね。だからもうダメ元で、そのさっきのコンビニにタクシーに電話してくれってお願いしたら、なんとかタクシー呼んでもらったと。めんどくさい酔っ払いが来たなと思ってたでしょうけど、まあなんとかタクシーはコンビニに来てくれて、それで家まで帰れてるということです。ほんとあの時は、ほんとどうしようかなって感じだったんですけど、後から思い返すとまあ面白いですよね。ただでもそれでね、あれだけ日本酒10杯ぐらい飲んだ、プラス熱燗4杯ぐらい飲んだ、ベロンベロンの状態でも iPhone はセットアップができるというね、それだけ簡単っていうのはね、証明できたんで、なかなかレビューとしてはいいのか悪いのかわかんないですけれども、なかなか他にやってる人はいないんじゃないかなっていう感じの動画にはなったと思うんですけれども、もうセットアップは明日にしようかなと思ってたんですけれども、これ開封したらもうテンション上がっちゃって、結局最後までセットアップしちゃったっていうのがね、あって、いや、なかなか面白かったですよ。で、この iPhone 16 Pro を選んだ理由なんですけれども、まあ今現行の機種だと iPhone 16 Pro、そして Max、あと普通の16とプラス、そして E があると思うんですけど、正直ね、私も性能的には 16E で全然十分だったんですよ。でもこれプロを選んだっていうのはやっぱりカメラですね。カメラに決め手があって、まあ、16E だとシングルカメラで、私は超広角カメラがもう大好きなので、あれないと生きていけないなっていうので、そうすると16にはついてるんですけれども、今度望遠レンズがついてないんですね。で、やっぱり望遠レンズも結構ね、まあ、頻度は少ないとはいえ、
遠くのものを撮りたいとかっていう時もあるんで、やっぱそういう時にこの前に iPhone 13 Pro を使ってたっていうこともあって、望遠レンズないカメラに、iPhone に乗り換えるのはちょっとなと思って。で、あと画面のリフレッシュレートが 60Hz なんですよね、16は。これプロモデルにしないとこのプロモーション機能は入ってなくて、この iPhone 13 Pro も 120Hz 出る最大ね。もうそれでね、これのさらに前に使ってたiPhone XR とかを触ってみた時も、もうちょっとカクカクで気持ち悪くなるような感じがあったりとか、あと低電力モードにすると 60Hz に制限されるじゃないですか。低電力モードにしてもちょっと、もう本当にカクついてて、もう iPhone の動作が重く感じられるまであって、そういうのがあって必然的に iPhone、プロモデルかなと。もうこれはもう Apple も作戦通りだなっていう感じだと思うんですけど。実際なんか Apple も、プロの方がすごい売れてるらしいんですよね。でも中には Apple はもうプロを買わせる前提で、なんか無印はおまけ程度みたいな話があるほど、だから必然的にプロを買うように仕組まれてるのかなっていう感じはいたしましたけどね。16E は別ですけどね。うちの母親みたいな人とか、本当に私もカメラがいらなかったら全然 16E でもよかったんですけど、そういうのがあって、プロモデルにしたと。で、MAX。これより1個でかいモデルもあるんですけれども、私は携帯はちっちゃい方がいいと思ってる人で、あんま大きいの、ポケットに入れたりすることも多いんで、毎日持ち歩くものだし、本当は、もうこれよりもさらに、小さいのが欲しいんですよね。ただ、今現行の iPhone ではこれが一番ちっちゃいんで。本当はね、iPhone 8とかのサイズが一番好きだったんですけれどもね。そんなことで、一番いいのは iPhone 16 Pro かなと思って選びました。で、これ色もね、ナチュラルチタニウムっていう色を選びましたけど、iPhone 13 Pro は白、10R は黒を使ってました。なので、使ったことない色っていうのもあるし、私は白がね、すごい好きなんですけれど、だから、白いいかなと思ったんですけど、やっぱこの iPhone 13 Pro も、3年以上使ってて、さすがにちょっと違う色の方がいいのかなっていうのはあったりとか、黒はなんかちょっと気分じゃないなって感じだったんですけど、昔は好きだったんですけど、ちょっと今は、嫌じゃないんですけど、明るい色の方が好きになってるんで、そう考えると、ゴールドのチタニウムか、このナチュラルチタニウムってなったんですけれども、ゴールドもね、あれかっこよかったんですけれども、なんかちょっと色がついてると、なんか飽きが来るんじゃないかっていうのあったりとか、あとケースとかとのコーディネートとかが難しそうだな、みたいなのがあったりしてね。なるべく目立たせたくもなかったっていうのもあって、で、このナチュラルチタニウムを選びましたね。で、この色はすごい気に入ってますね。なんか、温かみのあるグレーみたいな感じで、なかなかいい色ですよ。ずっと見てられる感じというか。あとこの、バンパーのところのチタニウムの感じもすごい綺麗だなと。で、容量はこれ 128GB にしました。前この iPhone 13 Pro は、ちょっと課金して256GB にしたんですけど、半分も使ってなかったんですよね。もう、結構こうやってね、YouTube やってるとかだけあって動画も結構撮るんですけれども、YouTube の動画に関しては、撮ったらこの PC の方に移しちゃって、元のファイルは消しちゃうんで、iPhone には残んないし、それらに載せない写真とか動画とかも基本 iCloud に上げちゃうんで、iCloud の方をね、月額払ってて、2TB のプランに入ってるんで、もうそっち上げちゃうんで、もう本体、これも高いじゃないですか、本当に。いくらか、2万、3万ぐらい。というので、128でいいかなということで。128でも本当十分すぎる感じで、ストレージこれ63ギガしか使ってないんですよ、今。もう2週間程度使ってても、これ以上入れるアプリもないかなっていう感じで、結構フルに使ってるのに、63ギガね。大きいファイルは扱ってますが、この内蔵の携帯の中に入れとくデータとしてはね、あんまり多くないなっていうことに気づいて。最低の容量でもいいのかなっていう感じで128にしました。全然十分ですね。ただ iPhone で動画編集する人とか、ゲームやったりとかする人は、やっぱ容量多かった方がいいのかなっていう感じはしますね。私は動画編集はもうこの MacBook でやってますけど、今時その iPhone とかで動画編集したり、iPhone の性能もかなり上がってきてるんで、そういうこともできるんで、そういう楽しみ方をしたい人は、やっぱ大きい容量を選んだ方がいいかなっていうのは思いますね。そしてね、デザインもやっぱすごくいいですよ。一番いいなと思ったのはこのベゼルですね、やっぱり。ベゼルがこの iPhone 13 Pro と比べるとめちゃくちゃ細くなってるんですよ。もうぼーっと見てると本当にベゼルを見失うレベル。もう画面の境界線はもう本当に外の世界みたいな感じで、全くベゼルが気にならないっていうのはすごいですね。この iPhone 13 Pro に、機種変した時も、
かなりベゼルの細さには感動したんですが、さらにそれより細いっていうのでね、ケースの方が太いぐらいですよ。ケースのこのクリアの素材の方が太いぐらい。で、あとダイナミックアイランドですよね。やっぱりこのノッチよりもスッキリしてるかなっていう感じはありますね。で、また意外にね、ここに再生中の音楽とか、あとタイマーの残り時間とか、なんかいろいろ情報が出てくるじゃないですか。これは意外と便利ですね。まだ全然使いこなせてる感がなくて、もっともっといろんな機能があると思うんですけれども、特に音楽とかですよね。音楽聴きながら他のアプリとか触ってて、あ、ちょっと曲変えたいなとか言った時に、このダイナミックアイランドのところをポコッとタッチすれば、すぐここに載ってる情報のアクセスできるんで、これはすごいいいなっていう。まあ、ノッチの時は、カメラとかセンサーとかが入ってて、それなりに機能はありましたけれども、その画面としての機能はないわけじゃないですか。特にタップしても反応しないっていう感じなんですけれども、これはカメラとかセンサーとかが入ってる部分ではあるんですけれども、そのね、再生中の音楽が表示できたりとか、あとこのね、カメラとかセンサーのとこをタップしてもちゃんと反応するんですよね。ちゃんとここにもタッチパネルのが効くんですよ。カメラの上タップしても。なので、全然デッドスペースになってるっていう感じがなくて、で、さらにこの iPhone ね、0.2 インチ大きくなって 6.3 インチになってるっていうことで、かなりこのディスプレイの、機能性というかね、この効率というか、使われ方はいいのかなっていうのは感じましたね。あとこのチタニウムもかっこいいし、みたいな。で、背面もね、これカメラがね、結構、多分ね、これ13 Pro とちょうど同じくらいなんじゃないかなっていう感じするんですよね、カメラの大きさが。その14とか15とかでどんどんあれが拡大してって、もう最終的にはこう、背面全部カメラになっちゃうんじゃないかみたいな、いうレベルで巨大化してたんですけれども、16になってからね、これ、ちっちゃくなって13ぐらいの時と同じ大きさに戻ったんですよね。これを購入してから気づいたんですけれども。なので、見た目もこれ、色が違うからわかりますけど、これホワイトだったら完全に見分けつかないんじゃないかなという感じですね。13 Pro と。なので、違和感なくていいですね。変にこう、デザインの変更がなくていいっていう感じ。親しみを持てるというかね。新しいデザインになるのもいいんですけれども、やっぱりちょっと最初は違和感っていうのがあるものですけれども、これはもうほぼ背面のデザインに関しては全く変わってないと言ってもいいので、なんかちょっと安心感あるっていう。あとこのアクションボタンもね、何気に便利ですね。普通にこの、サイレントモード、マナーモードを設定してるんですけど、長押しで消音モードにできて切り替えられるんですけれども、やっぱレバーだとこう、爪をこうやって押し込んで、特にケースしてるとね、レバーをこう、上げ下げしたりとか、あと、あれもちっちゃいからこう、一応ね、なんか、サイレントモードになってると赤いラインが出てきてみたいなのがあるんですけれども、あれ目視で確認するのもなかなかちっちゃいの声見ないといけないっていうのはあるんですけれども、やっぱこうボタンになったっていうことで、より上げるとか下げるとか、爪をこう突っ込んで、ここ確認してみたいな、そういうことやんなくても、とりあえずここのボタン長押しすれば、マナーモードになるみたいな感じで使えるんで、やっぱここのボタンはね、ボタンになったことで、より便利になったかなっていう感じはしますね。他にも機能を割り当てられるみたいなんですけど、とりあえず、マナーモードで運用してます。で、何気にね、このカメラコントロールは使ってますよ。結構不評もあったりしたんですけれども、私はめちゃくちゃ使ってますね。とにかくカメラを起動するときに、これ一回ポチッと押せば、画面がどんな状態でもカメラにアクセスできるんで、このカメラの起動時にすごい楽です。なので、この私もうずっと iPhone 使い始めてからずっとこの下のこの4つ並んでるこのバーの一番右下はカメラのアイコンを置いとくっていう、マイルールがあったんですけれども、ついにここからカメラがなくなりましたよ。だってここからこうやってアクセスできるから。なので、よりね、スタンバイモードでもカメラにすぐアクセスできるし、他のアプリ使っててもアクセスできる。なんならこう、すぐにどっか外歩いててすぐに写真撮りたいっていう時とかも、もうポケットにこの入れた iPhone、手をこう iPhone に触れて、もうこのカメラコントロールボタンを押しながら手前に持ってくると。そうするともう、ここに持ってきた時点でもうカメラが起動してるという状態になるんですよね。前の iPhone だとこう、今もそうですけど、ロック画面で右からスワイプするとカメラ起動するっていうのはありましたけど、これってなかなかね、たまに反応しなくなったりとか、画面を見ながらじゃないとなかなかこう、成功率が低いってなったんですけど、これはね、物理的なボタンなので、感触もあるわけじゃないですか。指で、iPhone 見てなくても指で、感覚でわかるんで、これかなりいいですね。シャッターとしても使えるみたいなんですけれども、シャッターとしてはあんま使ってないかなって感じ。横で、私こんな感じでね、片手で持つ派なんですけどね。こう、指届くは届くんですけど、ちょっと
力が入りにくいというかね、普通にこの親指で赤い、再生停止ボタンを押した方が楽なんで、シャッターでは使ってないですね。ただね、こう縦に持って撮るときとかはね、こうやって親指とかでパシャッといけるんで、それはいいかもしれないですけど、なかなか横取りで、まあ両手で持つんだったらいいですけど、横取りで使うのは、シャッターとして使うのはちょっと不便かなという感じはありますけどね。まあ、持ち方とか人にもよると思うんですけれども、カメラに関してなんですけれども、劇的な進化とまではちょっと感じないんですけれども、まあ確実に進化してるなっていう感じで、やっぱりプロ選んでよかったなっていう感じですよ。なんか全体的に解像度感が上がった感じがするんですよね。まあ、数値としての解像度は変わってないんですけれども、感覚としての解像度が変わってるみたいな。よりこう、パキッと映るみたいな。なかなか言葉で、もう感覚的なもんなんで、言葉で表現するのが難しいんですけれども、そんな感じがするんですよね。あと、手ブレ性能が上がったかなっていう感じ。まあ、iPhone 13 Pro、iPhone 12から12 Pro か。いや、違うんですよ。あの時代は多分あれ、プロとプロマックスでも差別化があって、iPhone 12 Pro Max で初めてセンサーシフト手ブレ補正っていうのが入って、まあそれが13の時はこの小さいプロにも搭載されて、かなりこの前の以前の iPhone より劇的に手ブレ補正の性能が上がったっていうのでね、10R から乗り換えた私もそれは感じたんですけれども、まあさらにね、まあ、今回その手ブレ補正に関して大きなアップデートはないと思うんですけど、なんかより手ブレ補正が上がったな、の性能が上がったなっていう感じがね、特に手持ちで撮ってる時に感じましたね。あと超広角カメラとかでもあれ結構ブレやすいじゃないですか。それも抑えられてるのかなっていう感じがして、手ブレ補正がまあ少し優秀になったかなと。その12とかの時代より進化があるかっていうと、ちょっとあれなんですけど、確実に手ブレ補正も進化してます。で、あと結構ズーム機能もね、これはまた奥が深くて、5倍ズームは結構、まあ、5倍しすぎかなと思ったんですけれども、結構使えるんですよね。で、5倍ズームもね、まあ結構、その、ポケットに入る、カメラであそこまで解像度の劣化なく、光学でズームできるっていうのはすごいと思いますし、で結構使ってるのがやっぱ2倍ズームですね。2倍ズームもこれ48メガピクセルの超高解像度カメラが入ってるんで、2倍のクロップズームしたとしても12メガピクセルの解像度が保てるっていうことで、まあ、なのでちょっとズームしたいみたいな時に結構いいんですよね。この iPhone 13 Pro の12メガピクセルのカメラだと、ちょっと拡大すると、やっぱりこうクロップズームなんで解像度劣化しちゃったり、iPhone 13 Pro は2倍ズームとか一番画質が悪かったと思うんですよね。3倍にしたらまあ光学ズーム使えるけど、で、1倍でも綺麗に撮れるけど、中間の2倍はちょっといまいちみたいな感じがあったんですけど、これに関してはね、解像度の劣化なく、まあ、12メガピクセルの静止画であれば撮れると。で動画、まあ 4K の動画であってもね、動画だったらほぼもうそれはわかんないっていう感じですね。解像度の劣化は。動画でも2倍ズーム使えるところ、2倍ズームっていうのはかなり使えますよ。で、まあそれによって、その普通に、1倍のズームからちょっとその 1.2 倍とか 1.5 倍とか、ちょっとだけズームしたいみたいな時あるじゃないですか。ああいう時も、まあそもそもの元の解像度48メガピクセルあるんで、ちょっとクロップズームしたぐらいじゃ解像度の劣化しないっていうので、だからよりその解像度の劣化を気にせずズームが使えるようになったなっていうのは、いいポイントかなと。3倍ズームもね、一応、3倍ズームだと多分フルの解像度は保てないんですけれども、一回試したことあるんですけど、まあ、使えないレベルではないかなっていう感じですね。まあ、あんまり綺麗な映像ではなかったんですけど、まあ、どうしても3倍ズーム使いたいってなったら、まあ、使ってもいいかなっていうくらいだったので、まあでも3倍クロップズームしてこれだけの解像度保てるのはすごいなっていう感じはしたのでね、よりそのズームをするっていうことによる抵抗が少なくなったかなと。で、静止画もやっぱ綺麗になってますよね。よりこれもパキッとするというか、一応静止画はね、24メガピクセルで撮影してますね。まあこれも選べるんですけど、48メガピクセルだとちょっとやっぱ容量が大きすぎるっていうのと、そもそもあんまり必要としてない感じがあるし、48メガピクセルで撮影したところでその恩恵を受けられるかっていうのがあるんで、とりあえず24メガピクセルで撮ってます。やっぱ結構拡大していくとね、細かいところまで映って結構、いいなと思うんですよね。私の持ってるキャノンの、一眼レフが24メガピクセルで撮影できるんですけれども、それと同じぐらいの解像度がこの iPhone で出せるようになったっていうことで、解像度だけで言えば一眼レフレベルですよ。より写真撮るのも楽しくなったし、動画撮るのも楽しい。まだまだ2週間じゃね、使い切れてない感がまだあるんで、特にカメラですよね。これからまた楽しみたいなっていうところでありますね。で、生活で変わったことというのなら、
やっぱりこのタイプ C ですよね。タイプ C がめちゃくちゃ便利。もうこれでね、私が持ち歩くデバイスの中で、ライトニングのものは、まあ iPad がね、ライトニングっていうのはあるんですけれども、まあ日常的に持ち歩くものの中では全てタイプ C になったんで、ライトニングのケーブル持ち歩かなくていいし、そのケーブルとか iPhone とかに気使って、やばい iPhone のケーブルあるかなとかって気にしなくても、タイプ C のケーブルさえあれば全てのデバイスを充電できるっていうので、それもいいポイント。充電速度も速いし、安定してるしっていう感じで。使えるケーブルも多いですよね。こう誰かに充電器貸してもらうときとかもね、まあ、使える可能性が高いですし、まあ、うちにあるケーブルでもね、ライトニングのケーブルってうち2本しかないんですよ。だからその2本をなんとか使って充電してたんですけれども、タイプ C のケーブルはもうゴロゴロそこら辺に落ちてるんで、いくらでも使えると。もちろんうちの家族もみんなタイプ C になったんで、まあタイプ C じゃないの私だけだったんですけどね。まあ家族内で共有することもできるしっていう感じでね。やっぱタイプ C になったっていうのが一番 QOL が上がったなっていう感じしますね。まああとはやっぱ画面が大きくなったなっていう感じはしますよね。実際に 0.2 インチ広くなってるし、まあさっき話したベゼルとかダイナミックアイランドの影響もあって、画面が広いなっていうのは感じます。まああと意外にもね、このケースが結構正解だったなって感じしますね。シュピゲンのケース。これがね、やっぱりケースをした状態でも iPhone のデザインがしっかり見れるんですよね。この側面に変なドットがなかったりとか、そして結構ね、ごつい、なんか衝撃耐性のある結構ごついケースなんで安心感があります。でもごついんだけどもデザインを損なわないっていうか、このケース自体のデザインもすごく良くて、このシュピゲンのロゴとか、この上のところにね、エアクッションテクノロジーとか書いてあって、こういうのもなかなかかっこいいな、みたいなね。で、あと背面とかにも、その変なドットみたいなのがね、やっぱなくて、iPhone のこのナチュラルチタニウムのカラーがしっかり味わえるし。まあこれ黄ばんでたりするかっていうのはね、ちょっと、まあ、後々見ていかないといけないと思うんですけれども。以前この iPhone 13 Pro では、Apple 純正のクリアケース使ってたんですよ。これがね、オール PC 素材で結構硬いものだったんですよね。まあなので、すごい透明感あって、黄ばみもしなかったし、軽いし、良かったんですけれども、結構ね、割れてきちゃうんですよね。まあ、ちょっと落としただけでもこうひびとか入っちゃうし、これもすごいバキバキで、もう角の方とかすごいバキバキだったりとか、あとなぜかね、Apple のケースってここ下の部分がガバッと開いてるんですよね。だから一回落とした時にね、ここの角のところが当たっちゃってね、ディスプレイは割れなかったんですけど、この、ステンレスのバンパーのところにこう、凹みがいっちゃって、こう、毎回こう、下からスワイプするときにこう、引っかかりが気になるみたいな状態になっちゃったりしたんですけど、このシュピンゲンのケースに関しては完全にここまでカバーしてくれるし、ちょっと画面よりも高い位置なので、こうやって画面伏せておいたときも当たんないっていうので、ね、だから万が一ここ下にして落ちたとしても、その画面が割れたり、バンパーが欠けたりっていう可能性は低いのかなっていう感じします。意外とこのシュピンゲンのケースが良かったっていう。あと、ボタンが押しやすくなった。なんか、ボタンがね、なんか、ちょっとね、大きくなってるんですよね。その端末本体のボタンより少し大きくなるように設計されてるんで、すごい当たり判定が良くなったというか、すごい押しやすいです。で、さらにこれだけのね、いいポイントがありつつ、今回すごいお安く使えるんですよ。まあ、そのドコモのプランで使ってるんですけれども、これ購入から2年経った時点で、この端末を返却して、かつ、新しい iPhone を購入すると、その残りの分の支払いがしなくて済むと。で、さらに新しい iPhone も使えると。で、そのね、ちゃんと2年でこの端末を返却するというパターンを繰り返していけば、さらにこれの次の、iPhone 18とかなるのかなもうさらに安く使えるというような感じで、もうメリットしかないでしょって感じで。いきなりね、もう iPhone 今20万ぐらいしますから、いきなりそれ支払うっていうよりも、やっぱ分割でゆっくり払っていけるし、トータルで考えるとめちゃくちゃ安く済むっていう感じでね、ちょっとね、詳しい金額は覚えてないですけど、ドコモでね、話聞いた時もむちゃくちゃ、それこそApple Store のプランよりも安かったんで、ドコモで契約、してる方限定ですけれども、そのプランかなり安く使えてるんですごい良かったなっていう感じしますよ。なのでこれだったらちゃんと2年経ったら機種変したいですね。まあ2年目以降でもね、こう使ってるとこれの毎月の支払いはしないといけないっていうのがあるし、それであれば2年経ったら、一応予定では iPhone 18 Pro かな。名前が変わるかもしれないし、もしもっと性能が上がるなら、プロじゃなくてもいいかなっていうのもあったりするんですけれどもね、2年後の今頃にも機種変するかなという感じはありますね。だってその方が安く済むから。それに壊れたりするリスクも低いと思いますよね。この iPhone 13 Pro も今3年ちょっと使ってて、まだ壊れてないですけれども、
まあ2年で壊れるっていうことは絶対ないと思うんで、故障するリスクも少ないと。故障する前にもその2年使って古くなりすぎない状態でもう返してしまうと。これはすごいいいですよ。かなりこう、ね、その性能的な面でも、価格的な面でもいい買い物したなっていう感じがしました。そして面白い体験もできたっていうことで、この iPhone 16 Pro 最高です。